はい、こんにちは。今日は自分のための検索エンジンを作った話をしたいと思います。検索エンジンの仕組みを紹介する本とかサイトとかたくさんあって学ぶ機会が多くなってると思うんですけど、じゃあ次どうするってなると、検索エンジンを作ろうかってなんなくて、何かソフトをインストールしてみるとかなっちゃうことが多いような気がするんですよね。で、それはなんかもしかすると技術的な問題っていうよりも身近にちょうどいい問題がないのかもしれないと思いました。で、この時間は私に必要な手頃な問題を見つけて作ってみたという話をします。ですね、私はですね、ポケモンカードゲームポケカのデッキを検索するサイトを作りました。本当にね、自分のためのシステムなんですよ。で、今日の話を聞いて自分のための何かを作りたくなってくれたら嬉しいです。システムの概要なんですけど、ツイートからポケカのデッキを集めてきてそれを検索するシステムです。で、このシステムの中心にあるのは2つのデッキの類似度を計算する仕組みとそのデータ構造です。で、今回の発表はポケカに特化したシステムなんだけど、デッキの類似度の計算なんかはポケカ以外のカードゲームでも利用できるだろうなと思います。で、ちょっと自慢します。ですね、ツイートから集めてきた新着デッキを見ることができるっていう基本機能があって、これがすごいのはですね、検索エンジンっていうともう探すっていう目的を持って利用することが多いと思うんですけど、特に探すものがなくても時間が潰せるっていうのが素晴らしい。あとね、デッキを選ぶとそのデッキの内容とよく似てるデッキの内容を表示して差分を見ることができるっていう。で、みんながどんなことをしてるかが改造してるかが分かるんです。あとね、デッキのメモに使えると自分のツイートしたデッキを確認することができるのです。自分のデッキコードを覚えておくっていうのは面倒くさいんだけど、ツイートしておけば記録ができるわけですよ。Git プッシュした感じで、変更履歴がわかる。デッキのね、各リビジョンをツイートしておけば自分の変更履歴としても使えると。この検索システムと Twitter を組み合わせると、デッキを公開するとか履歴を見るとか、フォークして改造するっていうことを支援することができると。GitHub っぽい。自分にとって最高に便利なシステムなんですけど、カードの使用例とかも検索できて、あるカードを使っているデッキも探せると。これ席を使っているデッキを探しているところですね。他にも応用がたくさんあるんですけど、自慢はここまでです。で、今日のアジェンダなんですけど、自己紹介っぽいのと、背景となるポケカ何なのかっていうのと、あとデッキの類似度計算、ここが一番話したいところで、あと全体の話が最後っていう順に話します。じゃあまずね、私と Ruby とポケカについて話したいですね。プログラマーの関です。どうも。ポケカの最初のリリースっていうのが96年にあって、この年に Ruby の 1.0 もリリースされてるんですよ。で、開発の会社はポケコンの方がだいぶちょっと早いんですけど、Ruby とポケカ同じぐらいの歴史がある。で、DRuby 書いたのが99年で、20世紀の話。で、私がポケカ始めたのが2006年なんですよね。これたまたまですね、最初の Ruby 会が開催された年。で、どっちもずっと続けてられるっていう根気のある話。2010年のワールドチャンピオンシップスの日本代表大会の栃木県代表になったっていうのが唯一自慢できる戦績で、今年の WCS は、来年の WCS は横浜でやるそうです。日本で開催されるのは初めてなので、これみんな挑戦してみてほしい。で、昨年ですね、私のポケカの緩い活動についてのインタビューを受けたのがあって、もうちょっと興味がある人はこの YouTube 見てあげてほしいんですよね。30分ぐらいです。じゃあ次はポケカがどんなものなのか説明していきたい。はい。ポケカはこのポケモンの世界をカードで再現した2人で対戦するカードゲームです。最近すごく流行っていて入手するのも難しい。で、ポケカにはポケモンのカードの他にトレーラーズのカードっていうのとエネルギーのカードっていうのがあって、これらのカードを60枚組み合わせてデッキを作って2人で対戦すると。で、ポケカの公式サイトっていうのがあって、そこに
今回重要になるサービスが2つあります。1つはカード検索のサービスなんですけど、このサービスではカードに一致な ID を割り当てています。このカード ID が今回は重要で、カード ID は10進の整数で1から42,091までありました。で、カード ID は使われてない部分がちょっとあって、ちょっというかだいぶあって、有効なカード ID はあそこにあるような 15,717 種類であること。で、もう一個はデッキ構築のサービスです。デッキ構築サービスっていうのは、プレイヤーが自分のデッキを登録できるサービスで、登録するとデッキコードっていうこのどっかで見たような羅列が出てくるんですけど、デッキコードが分かるとデッキの内容を表示することができるので、デッキの情報をねプレイヤー同士やり取りするのにとても便利です。で、ちょっと問題があって、デッキがどのくらい登録されているかっていうのを外部から知ることはできないんです。で、私がツイッターのタイムラインから抽出したデッキコードの数は今のところ26,000ぐらいで、これらはプレイヤーが崩壊したデッキ群であると言えるとかで、毎日20個ぐらいで増えてるようなんですよね。で、今回の私が作ったシステムが検索する対象というのは、このタイムラインから抽出した26,000のデッキ群です。でですね、デッキ構築サイトのサービスでデッキがどのように表現されているかを調べてみたい。で、ここにバリューがあって、カード ID と枚数が連結された文字列で格納されているっぽいです。で、カード ID と枚数のタプルの列と言えますね。Ruby で書くと、このようなってこんなやつなんですけど、これね、自然言語処理の教科書で見たことあるに似てるんですよ。出てくる教科書だとベクトル化された文章っていうのがこんな感じなんですよね。自然言語処理だとこの文章をバックオブワーズっていうか単語のバックと考えてベクトル化することがあるんだけど、それを連想させる。で、ここでバックっていうのはあれです。順序なし重複ありのコレクションのデータ構造のことです。デッキっていうのはカードの順序なし重複ありのコレクションなのでバックオブカーズですね。似ていて当然という。というわけで次はですね、デッキの類似度の話です。ここで、自然言語処理での類似文書検索をかなり端折って紹介します。いくつかのステップがあって、文章を単語に分割する。で、ベクトル化すると。そのベクトルを内積計算して類似度を求めるみたいなやつですね。で、この類似度を使って検索するのが類似文書検索です。単語のセグメンテーションとかベクトル化とかベクトル間の演算っていうのは他にもやり方があると思うんですけど、基本的な技法だけというか今日使う技法だけを説明しました。でね、次はデッキは自然言語文書のサブセットであるという話です。自然言語の文章に比べてデッキはすごく単純なんですよ。デッキを文章だと思って観察すると、カードは単語に相当すると。デッキの制約から最大でも60単語しかない文章である。さらに単語の出現頻度に意味がないっていうかことが分かる。意味がないです。で、そういうことからですね、デッキっていうのは自然言語の文章のサブセットであると考えられる。で、デッキのベクトルからね、とっても優しいんです。まず一番めんどくさい単語分割が必要ない。すでにカードとして単語になっているので必要ないと。語彙も非常に少なくて、たかだか16,000程度しかないのでないです。で、単語の影響をね調整するのにベクトルの成分の大きさに tf×idf っていう値を使うことがありますけど、デッキの場合も同様に使えます。で、デッキの言葉で tf と idf を説明すると tf っていうのはそのデッキの中であるカードが何枚採用されているかを表す枚数そのもので、 idf っていうのは全てのデッキの中であるカードがどのくらい採用されているかというものの逆数とあまり使われてないカードっていうのは値が大きくなる
ものといった感じになります。でちなみにこの IDF っていうのはベクトルの成分の大きさ以外にも活躍する場面があって、デッキのタイトルを作るときにも使います。もうそのデッキの特徴となるカードがタイトルになっていると嬉しいんだけど、そのデッキだけが採用しているカードをできるだけ表示したくて、他のデッキにも採用されているのは汎用的なカードっていうのは隠したいという感じですね。でそういう時にはこの IDF をキーにして想像すると、なんか良さげなカードばっかり集まってくるようになります。次にちょっとねめんどくさい話で、正規化する必要があるという話をします。自然言語処理の単語分割みたいなほどめんどくさくないんですけど、デッキの場合にもちょっとめんどくさい問題があって、ポケカではですね、同じカード、同じ効果、同じ意味のカードが複数枚存在するとので、正規化が必要であるという話です。単語の活用形を正規化したりとか、異体字を正規化したりとか、そういうのにもちょっと似ている処理で、例えばですね、イラストが違うとかですね、ミラー加工してあるとか、そういうやつですね。これらはね、同じ意味であっても、それぞれ別のカード ID が割り当てられてます。で、このフラートめちゃめちゃ可愛いでしょ、これ。ですけど、あとね、同じ名前のカードが何回も登録されるというか再録されることもあったりして、やはりそれぞれに違うカード ID がついてます。で、カードをコレクションするっていう視点だと、それぞれ区別できた方が解ける必要があるんですけど、対戦中っていうのはね、あんま関係ないんですよ。ミラー加工とかイラストとかね、レアリティとかっていうのは対戦と関係ないので、同じ意味のカードは同じカード ID として扱う方が都合が良いのです。でこのためにね、同じ意味のカードを同じカード ID で同じ意味のカードは同じカード ID で正規化する必要があると。でカードが同じ意味であるかっていうのを識別する方法を説明したい。カードの種類がポケモンかトレーナー、エネルギーかによって識別する情報が違います。でトレーナーとかね、エネルギーとかっていうのはカードの名前だけで判別できるんですけど、ポケモンの識別はめんどくさくて、カードに書いている名前だけじゃなくて HP とか技とかの説明とか、対戦に必要な関係するさまざまな属性を調べて、内容が同じものが同じである、同じものをグルーピングするようにしています。でね、次辞書の話。正規化した規則で説明した規則でカード ID を正規化する辞書を作ります。これは、事前にね、カード検索サイトからカードのページをダウンロードしておいて、集めたページから属性を抽出してソートして、次こんな辞書、真ん中にある辞書を作ると。整数の組になっているものは、そのカード ID がどのカード ID へ正規化されるかを表しているものです。で、正規化先になっているカードっていうのは、正規化先の ID の代わりに名前を書いておくものです。書いておきます。で、この辞書ファイルを処理して正規化のためのハッシュとカードの名前を付すためのハッシュを作ります。正規化すると 15,717 種類だったカードは 9,275 種類に減ります。で、ちょっとした工夫なんですけど、辞書は実行中に変わらないので、この形式のままソースとして Git に登録されております。で、新しいカードがリリースされるために更新する必要があるんだけど、その都度開発環境で処理してプッシュします。で、嫌なやつは時々公式サイトのデータが間違っていることがあって、完全な自動化はできないんですよ。で、半自動で処理する必要があって、この書式で作っておくと diff がね、こんなふうに出てて、確認しやすいです。だから人間の処理がいいようになってきる。はい。で、正規化の準備ができたので、デッキをベクトルで表現する話について考えます。で、カードは今 9,275 種類ですから、デッキは 9,275 次元のベクトルと言えますけど、Ruby のベクトルでそのまま表すとこんな大変なことになっちゃう。で、ほとんどの成分は0でこんななってしまって、これは困ると。それで
デッキのベクトルの実装を考えます。ほとんどの成分が0であることと内積計算しかしないということに特化した実装にします。内積は2つのベクトルの成分を掛け算して合計したものなんだけど、デッキの場合はほとんどの成分は0ですよね。そうすると多くの次元で計算する必要がないです。そこでカード ID と枚数の組をカード ID で相当した配列を使ってベクトルを表現します。後で説明しますけど、計算が楽になるように2つのハッシュも作っておきます。1つはカード ID ごとの IDF が入っているものと、デッキコードごとのベクトルの大きさが入っているものを作っておきます。で、内積の実装です。内積は両方に存在するカードの成分を掛け算する、して合計するって処理なので、これってつまりですね、インターセクションを求めることなんですよ。で、こういう時は要素を相当しておいて、小さい方のカーソルを動かしながら探すと効率が良いと知られている。これマージソートとかのマージの部分と同じ感じですよね。ちなみにデッキのディフ作るところも同じループで実現されています。で、2つの配列をスキャンするカーソルが動く様子を示します。注目した要素が一致した場合は、掛け算して合計して両方のカーソルを進めます。で、要素が異なる場合っていうのは小さい方のカーソルを進めると。で、これを一方が尽きるまで続けるとインターセクションが求まりつつ内積の計算が終わります。長い。で、次はね、マニア向けな情報というか、積マニア向けな情報なんですけど、なんか説明したことあるなと思ったら、この本に出てました。普通の2つの集合のインターセクションを求める話っていうのは、ザ・デリビブックでも説明していたのも先日思い出しました。で、計算部分の話です。で、2つのデッキの TF と IDF の事情を掛け算して合計している。このコードで分かるだろうか。ここに出てくる数字っていうのは全部インテジャーとなっていて、速度とかメモリとかのお得な実装になってます。次はコサインです。内積の計算に適した表現と実装が分かったところでコサインを求めたいんだけど、内積を求まった内積に対して2つのベクトルの大きさノルムで割るとコサインになる。で、さっきメモしておいたノルムを使って割り算してコサインを求める。僕本業は画像処理なんですけど、画像処理とかでは単位ベクトルで持っておくことが多いんだけど、このケースでは整数で表したベクトルとノルムを別に持っている方が効率が良さそうです。はい。で、ここでコサインの計算ができるようになったなんですけど、ですね、問題がちょっとある。で、ここまでの手法っていうのはポケカに限定されなくて、どのカードゲームでも共通なやり方なんですけど、ポケカ特有のね、基本エネルギーカード問題っていうのがあります。これポケカ特有の調整の話をします。デッキには同じ名前のカードは4枚まで入れられるというルールがあるんですけど、このルールには例外があって、基本エネルギーカードだけは何枚でも入れることができると。そうするとですね、基本エネルギーの TF っていうか枚数が他のカードに比べて極端に多いので、十字度に強く影響しすぎてしまうという問題がある。そこで計算時にはもうカードの枚数が5枚以下であるというようなふうに計算するようにしました。これでね、やっと2つのデッキの類似度が計算できるようになった。長い。で、次は類似度を使った検索は次のようになります。すべてのデッキに対してベクトル V との類似度を計算して相当して上位の N 件を返す。で、ちなみにですね、相当して上位 N 件欲しい時っていうのはマックスの N を使うと良いっていうのを笹田さんに一昨日教えてもらいました。で、すべてのデッキに対して計算するわけですけど、数万デッキの計算っていうのは今のところあんまり待たされることはなくて、スカスカ動いています。ちょっと100万デッキになったらどうなるかわからないですけど、今は大丈夫。ベクトル V を工夫することでいろんな検索が行えます。
似ているデッキを探すっていうのは基本的な検索です。で、デッキのベクトル表現を与えて検索すればよいと。あるカードを採用しているデッキを探したいっていう場合には、そのカードしか入ってないデッキのベクトルを作って検索する。つまり、カード ID と成分の大きさが1っていう配列を渡して検索すると、そのカードだけの、そのカードを持っているデッキだけが見つかるみたいなります。はい。検索エンジンの中心になる処理ができたんで、次はシステム全体での工夫について説明します。ヘロク使ってるんですよ。ヘロクはトルビーのファウンダーの池田さんの製品でたくさん使っていて慣れているので選んだっていうか、結構好きなんですよね、ヘロク。で、池田さん多分やりだして一番ヘロクを使ってると思います。次。で、ヘロクはコンテナをダイノって名前で呼んでいるんですけど、このシステムフリーのダイノの無料プランで動いてるんですけど、動いてます。で、フリーダイノ終わっちゃうんですよね。で、ちょっと残念ですけど。ダイノって実際にどんな性能なのかよく分かんないし、いつも同じ性能の VM が借り入れてるのかよく分からないんですよね。なので、計測数によるチューニングとかもさっさと諦めてしまって、体感速度のチューニングだけになりました。やっぱね、我々庶民はね、小さなメモリとかシングルコアの環境で早く動かすようなものを作る必要があると。庶民のクラウド環境にとっては、マルチコアの恩恵っていうのは、非常に安いとか無料とかの VM が提供されるようになったことじゃないかなと考えています。あとね、フリーダイノはね、30分の間で停止してしまうっていうのがあるのと、それ以外にも24時間に一度はダイノが再起動が発生することになってます。つまり、ダイノがずっと動いていることっていうのは当てにしない方がいいっていうことですよ。で、そういうものだったら、むしろそれを利用してみようと思いました。例えば定期的なクリーンアップ処理とかをプロセスの起動時に行ったり、ほどほどの正確さで良い統計量、IDF とかですね、の計算っていうのは起動時だけしかやらないようにしています。データの話。データはホビーベーシックのポストグレスを利用してるんですけど、無料枠だけで使うのが申し訳なくって、データベースだけは有料のものを選びました。で、あと、クローラーはヘロクのスケジューラーで動いてます。で、これでね、クローラーのダイノの寿命っていうのと、サービス自体のダイノの寿命っていうのは無関係なんですよね。つまりこのクローラーがデッキを集めてきて伝えたいと思った時には、サービスは落ちつつあるかもしれないと言えるので、代わりにですね、この永続的なポストグレスにデータを仲介してもらうっていう感じで使ってます。はい。最初に見せたシステムの全体像なんですけど、これに関連するデータなどを載せて、ちょっと詳細にした図を示します。はい。一つ一つ説明していきますけど、はい。まず開発フェーズの時の話です。さっき説明しましたけど、カードの正規化事象っていうのは、さっき説明した通り、ソースコードの一部として準備しておきます。次、クローラーの話。で、クローラーはツイッターのタイムラインからデッキ構築サイトの URL を含むツイートを探してきて、それを集めます。デッキを集めます。で、クローラーはヘロクのスケジューラーでタスクとして起動されます。で、先ほども説明しましたけど、そのクローラーのダイノとサービスのダイノの寿命は無関係なので、ヘロクのベストグレスにデータを仲介してもらうと。で、ニューデータっていうのは新着デッキの情報で、メタデータっていうのはどのツイートからどのデッキを入手したかっていうのを記録するものです。次、アプリの方なんですけど、それヘロクアップがそのサービスなんですけど、大きくね3つのフェーズに分かれます。1つ目のフェーズは初期化フェーズです。初期化フェーズには2つの処理があって、1つはデッキの一覧を更新する処理っていうのです。ポストグレスに入っている新着デッキの情報と S3 に置いてある前回までに集めたデッキの情報をマージして更新します。で、マージが完了したら次回の起動に備えて S3 に書き戻します。もう一つはデッキのベクトル表現を作る処理です。さっきマージして作ったデッキの一覧に対してカードの正規化事象を使って正規化して
インスタンス変数とかデッキに覚えると。同時に IDF とノルムも計算してメモリに覚えておきます。でこれで計索に必要なデータっていうのはメモリの中に全て準備されたことになる。で次に検索時の話です。さっきも説明しましたけど、外部のデータに触れるっていうのは初期化時までです。で初期化フェーズで検索に必要なデータは全部組み立てられているので、外部のデータにアクセスすることはありません。でインメモリで検索が終わると。あとね、資料を作ってる時に気が付いたんですけど、このキーがね、カード ID のハッシュがいくつかあったんですけど、これ配列で十分じゃないかっていう気がしてきて、キーはアンサインドショートぐらいしかないので、多分配列で書けたかもしれない。最後、WebUI の部分。ヘロクアップの最後のフェーズっていうのは WebUI で検索結果の見た目を組み立てる処理なんですけど、検索結果を返すときには、ポストグレスにあるメタデータにアクセスします。誰がどのツイートでこのデッキを公開したかとかの情報が書いているので、それを返します。で、検索結果に必要な情報っていうのは、あんまり多くないっていうか少ないので、ここで外部にアクセスしたとしても性能にあんまり影響しないという判断です。で、一通り説明したんですけど、今後のための話なんですけど、これもしヘルク使わなかったの話。現在ヘルク使ってるんだけど、ヘルクを諦めるんだったらクローラーがポストグレスに依存する必要がないかもしれない。で多分なくて、こんな構成になるだろうっていうのは、クローラーは DLB で直接伝えると。中間データベースはなしでなし。で、フリーライノがなかなか2ヶ月あるのでどうするか考えたいと思います。で、スコットはこれで終わりで時間もやばい感じがしてきた。はい、今日の話はこれで終わりです。今日は自分に必要な検索エンジンを自分で作った話をしました。で、皆さんが自分用の何かを作りたくなってくれたら嬉しいです。以上です。ありがとうございます。